ちゃんの名前はね、ボストンで今にも生まれちゃうって時にタクシー相乗りさせてくれた人が。夏を乗り切って強い子に育つから7月生まれは祝福される。俺の育った故郷では7月を有利と言うんですよ。で、あまりにも爽やかに笑って言うからママ思わずつけちゃったのよ。7月生まれだから有利、素敵だと思わない？だったらなんでこんな漢字当てたんだ？有益の有に利益の利で有利。のぼせるなんだよ村田、もう出んの？急がないと野球の試合観戦間に合わないよ。大丈夫だって。渋谷急げよな。了解。俺の名前は渋谷優里。一つこの前、水洗トイレから流されて異世界の王様に就任した。今となっちゃいろんなことがあったよな。うわ、出た。あなたは確か陛下の身の回りのお世話をする王者のフォンクライスト教ギュンターでございます。ギュンターね。はい、ギュンターでございます。いや、そうださ絵になるマジェスティ、何から何まで祖国のその瞳虜になるから、あなたの眼差し胸を貫く、情熱的に心に染みるのバキュン愛しのマジェスティ、隅から隅まで祖国のその髪を風になびかせ、あなたの匂い腰も砕く、美薬のように沸騰させるの。ギュンターでございます。きっと待ちわびて、ギュンターでございます。思い続けたギュンターでございます。もっと私も焦がして、もっと垂れ流せて、雨に負けず風に負けず、夢の中で見たのはダメな私でも行かせてくださいませ。ギュンターでございます。きっとこれから先はギュンターでございます。離れないでしょう。ギュンターでございます。だって私のすべてをだって捧げたいの。捧げたいギュンター、なんでございましょう。一応俺の回想シーンなんだけど、たとえ陛下がどこにいようと、陛下の回想シーンであろうと、陛下が私を必要とするのであればどんなところであろうと。いや別に必要とは。陛下は今一月前に起こった出来事を思い出されているのですね。そうなんだけど、歌まで歌わなくても。わかりました、ではいつ陛下が私たちの世界、新魔国に来られてもいいよ、改めてご説明いたしましょう。どうも。今から18年前、陛下の魂は新魔国でお生まれになるはずでした。ところが当時戦後の混乱のためか、偉大なる神王のご判断は陛下の御霊を
異界へ送るというものでした。そこで我々は陛下の気高い魂を地球へお連れしたんです。陛下はそこで現在のご尊父とご母堂の間でお体を作られ、こちらの世界でお育ちになられたんです。ちょっと待って。しかしつい最頃、本来ならば異世界で成人するまで安全にお過ごしいただくはずだった陛下はどうなされました陛下。前にも言ったけど、もっと噛み砕いて言って。噛み砕いて言ったつもりなのですが、要は俺は新魔国に生まれるはずだったけど、違う世界で生まれ育って用事ができたから呼び戻したってことなんだろ。その通りです陛下。陛下の陛下が陛下じゃなくてねえ、本当にそれ俺なの？本当に誰か別な人と間違えてない？もちろんです。純粋な気高い黒髪、澄み切った曇りのない闇の瞳、そしてまだ何の要素とも盟約を結んでいないのにもかかわらずお出しになったあの水の竜の術。陛下こそ我々が待ち望んでいた魔王陛下です。そうなんだよね。やっぱり俺魔王なんだよね。陛下は紛れもなく魔族です。それも最も高貴なる黒を宿された第27代魔王陛下でございます。おい渋谷、では陛下また。またっておい、早くしないと本当に遅れちゃうよ。分かった、今行く。まったく平凡な高校生にはハードすぎる体験だったよな。しかも魔王だし夢じゃないんだよな。だってあの名付け親がくれたこの青い魔石があるんだから。湯船に穴？うわー、ちょっとやばいよ。村田吸い込まれる。マジ勘弁。うわこれってあの時と一緒じゃん。俺はまた新魔国に行っちゃうの？いや探しに行こうひとかけらの夢を持って一緒に行こう君の手を握りしめて探しに行こうひとかけらの夢を持って一緒に行こう君の手を握りしめてまだ見るどんなの未来を求めてそうだ輝けたんだはちきれんばかりの夢と希望を僕はいつの日か忘れかけてた眩しい光の中で追いかけてたきらめきは一体どこに行ったの？少しずつ大人になっていくことが少しずつ寂しくなっていったけど君の寂しさを埋めることで僕は勇気を持てた。
ジュリア、俺はとても幸せな男だと思う。君を失った時、俺はこの世の全てを憎み責めた。自分自身を憎み責めた。生き延びたことを罪と恥じ、生きてゆくことに絶望した。もう二度と命を懸けて守るべきものを与えられることはないのだと魔族の血を呪った。ジュリア、俺は今でも生きているよ。君を忘れることはできないけれど、もう一度大切なものを見つけたんだ。銭湯じゃないよな。あれ、なんか髪の長い人がって女湯？皆さん大丈夫ですよ。俺女の子には人畜無害のレッテル貼られてて。陛下？俺のこと分かるのか？ってことはやっぱりここは神魔国？陛下いや、ちょっとかわいい。いや、ちょっと待って痛い、ほんと痛い、ヒゲドリドリしてるって。ちょっと待って、あんたらまさかのお兄さんたち？やだ、そんなこと言わないで。やっぱり清楚なワンピース、はみ出る上腕二頭筋。そんなにこっち見ないで。筋肉、鳩のいる鳩胸。派手なパーティードレス、はみ出る大体四頭筋。そんなにこっち見ないで。でも半分守備など抱きしめて朝になれば声ガラガラ。連れ去って朝になれば顔ボロボロ。泣かないわ私だって女の子だもん。ひげはちょいちょい空中だけど負けないわ私だって乙女なんだもん。胸のキュンキュンただの胸焼け。ささやいて夜になればルンジベタベタ。触れ合って夜になればパンでテカテカ。泣かないわ私どんなに煙たがられても。ガラスのハートで当たってよ。負けないわ私お父さんに似てきたもん。お兄さんじゃないのよ女の子。陛下
お迎えに参りまギュンター、早く助けて。ギュンター様陛下もいいけどギュンター様も素敵。あとはよろしく、ギュンター。はい、救出成功。お帰りなさい陛下。ただいま、名付け親。でも他人行儀に陛下なんて呼ぶなよ。そうでしたユーリ。さあ参りましょう。ちょっと待って、ちょっと陛下やめて、お尻を触ってる。陛下待って、ちょっと待って陛下。すっげえ。この学ランみたいな服、こっちで作ったの？はい。陛下の美しいお姿を引き立たせる最高のお召し物でございますから。で、ここはケ名城じゃないよな。神魔国の東端にあるボルテール城です。グエンダルの居城ですよ。グエンダルのか。おっかねえ。それにしても陛下、ご健勝そうで何よりです。急にお姿を消されて私10日も泣き暮らしまして。そんな大げさな。本当なんですよ。そりゃ悪かったね。陛下。いやでも俺家庭も大事にしたいもんだからさ。即位なされたのですから民は皆陛下の子供と同じなのです。俺若干15歳にしてすげえ子だくさん。どうかお見捨てなきよう。分かったよ。ギュンターそろそろ本題に。そうですね。何？本題って。早速ではございますが、陛下には重大な決断をしていただかなければなりません。人間どもに不穏な動きが近いうち一戦交えることになるでしょう。どうか開戦のお覚悟を。開戦って戦争？えダメだよ。前にこの世界に来た時にも言っただろ。俺は絶対に戦争はしないって。ですか陛下。絶対だめ。しかしいいか、一回の男子高校生の俺が魔王になったのは魔族と人間の共存のためだ。それなのに口を開けば戦争って、種族や主張が違うから殺し合っていいなんて間違ってる。この世界にそれを唱える人がいないなら俺が最初の一人になってやる。陛下のお気持ちは十分わかります。しかし奴らが仕掛けてきたらどうなさいます？戦わずして降伏するわけには。それでもとにかく戦争はダメ。陛下、大体なんだよ人間どもの不穏な動きってのは。具体的に言ってみろって。実は陛下、奴らが人間どもが金をばらまいて砲術師を集めている。戦場で魔術に対抗できるのは砲術だけだからな。ゴッドファーザー愛のテーマが似合う男はグエンダル。こんな時にまた戻っておいでですか。素直で従順でおとなしい魔王陛下。俺だって好きで戻ってきたわけじゃん。それに私の城に入る許可を与えた覚えはないのだが。なんだよ、王様が進化のお宅訪問しちゃいけないのかよ。ユーリー、ウィーン少年合唱団大江風のお前は何をわけわかんないこと言っている。ボルフラン。戴冠式の最中に消えるなんて、お前ってやつは。そんなこと俺に言われても。いいか忘れるなよ。僕はお前の進化で婚約者だ。ああ、そうだったよね。お忘れですか？確か俺がこいつにビンタしてそうなったんだよな。こちらの世界では相手の左頬を打つのは求婚の行為。打たれた者が右頬も差し出せば願いを受け入れるという返事で、俺はめでたくこいつの婚約者になったんだよな。これを見ろ。そんな異文化のギャップあったな。俺その設定すっかり忘れてた。なんだと？これを見ろ。
金を出していたのはカバルケードだ。ソンダーガードではなくて、ソンダーガードと見せかけてカバルケードが金を出していた。まさか。私の手の者の言葉を信用しないのなら独自に調べてもらうしかない。いえ、彼の力は私も認めるところです。しかしカバルケードは今海賊問題でそれどころではないでしょう。表向きはな。なんか嫌な話。なんだよ。どうして僕があげた黄色の翼をつけてないんだ。ああ、だってあれブローチだろ。こっち来るとき俺全裸だったから。全裸。そう、全裸。まさかユーリ、あちらで素性の知れぬ者といかがわしいこと。どうしてそうなる。このモテない人生15年の俺が。大体お前は慎みがないのだ。少し見た目がいいからと言って。はあ、慎み。グエン・ギュンター、まず陛下にご報告すべきでは。子供同士話があるようだが。言ったろ、戦争はしないって。ではどうなさりたいのかね、陛下。話し合いの場所を持てっての。それで仲良くなって協定とか条約とか。話にならんな。それができる相手ならすでにそうしている。断られたんだ。だよね。こんなこわもてに威圧されたら嫌でも仲良くする気が失せるよな。こんなとお前のお気に入りの親王陛下は我々魔族と人間どもとどちらを勝者にするつもりだ。陛下は稀に見る大物だから。でも戦を回避する方法ならおすすめの案が一つだけある。どんな実は魔王陛下にしか触れることができない伝説の武器があるんです。魔王にしか手にできない伝説の武器。ひとたび発動すればこの世の果てまで焼き尽くすという伝説の武器が、まあ実際にはそう小都市を吹き飛ばす程度ですが。すげえじゃんそれ。とはいえそれが伝説の剣であることに変わりはございません。史上最強の最終兵器、その名もリーサルウェポンメルギブだな。いえ陛下、モルギフです。モルギフ。惜しい。メルギブソンじゃないのかよ。最後に発動した後長い間余計が分からなくなっていたのですが、見つかったんだ。最終兵器が魔王の元に戻ったとなれば周辺の諸国は迂闊に手を出せなくなる。なるほど。それに伝説の剣だから手にすれば王としての格も上がるし。いいじゃん。今すぐ取りに行こうぜ。その勇者の政権を。政権？陛下、またそんなおたわむれを。そうだぞユーリ、政権なんてありがたくもないだろ。違うの？魔王の持つ剣なんだから。まさかの魔剣に決まってるじゃないですか。そうだよね。魔王の持つ剣だから魔剣だよね。選ばれし者しか触れることができぬこの世の果てまで焼き尽くす。焼かれたものが泣き叫ぶエンブレ人の命吸い込むなぜに海の果ての離島海の果ての離島にて眠る新魔族の最終兵器その名も魔剣モルギフ長き眠りから今目覚める新魔族の最終兵器その名も魔剣モルギフ復活の日を交わりている主の帰り待つ主の帰り待つ破滅の海越え響き渡る新魔族の最終兵器その名も魔剣モルギフ解き放たれる
大な力、神魔国の最終兵器、その名も魔剣モルギフ、どちらに微笑む神の御子し。魔剣モルギフはバンダーリア島という人間の領地にあります。島へはまず神魔国の近隣にある三国の中で唯一国交のあるヒルドヤードに行き、さらにその南端の町シルドクラウドから船で渡っていくこととなります。お気をつけください陛下。人間の領地では魔力の効果が薄いので。へえ、魔剣メルギブってんな遠い島にあるのな。メルギブじゃなくてモルギフね。これは誰かと思えば神魔王陛下ではありませんか。おお、お前は憧れアメフトマッチョ。あ、今鼻で笑ったな。しかもちょっとかっこいいし。だから鼻で笑うなってな。相変わらずだな、今度のバカ魔王は。なんだと。アーダルベルト、お前がなぜこんなところにいる。そうそう、アーダルベルトね。上ら今日貴様こそ一体何をしている。わざわざ魔王を変装させてまで、しかも護衛を貴様一人で賄っているとはただならぬ要件と見たが。お前には関係ない。この船は人間の領地へ向かう船だ。そうか、さしずめ人間たちの争いを鎮めるためにバンダーディア島でも目指しているのか。そこをどけ。図星か。いいからそこをどけ。よくぞ来た、俺の憎みが宿る場所へ。よくぞ来た、俺の愛する人がいた場所へ。もうこれ以上行かせない。俺の大切なもの守るため、たとえこの身が朽ち果てても、俺の魂はこの地に根を張る。奮い立て等しい生ける者たちよ。胸に閉じ込めたそうや怨念解き放て。裏切られたこの気持ち、誰にも分かりはしない。引き裂かれたこの気持ち、お前らにも分かりはしないだろう。狂い酒生きとし生ける者たちよ。この目に映るこの世界、疑念や偽善朽ち果てろ。うわー、奮い立て胸に閉じ込めたゾや怨念解き放て。コーナーと船が出る時間だ。陛下、先に行っていてください。必ず後で追いかけます。
わかった。そううまくいくかな。あれなんだか体が宙に浮いてる気がするし、てか本当に宙に浮いてるし、国家機構のコッヒー。うわ、久しぶり。元気だった？骨卑族か。あんな種族をよく仕込んだものだ。彼らは魔王に忠実だ。どこかの誰かのように支援に取られて自分を失うこともない。支援だと？貴様はどうなんだ上田京。なあ、俺たちはくだらねえ魔族の連中に愛する女を奪われた者同士だ。ましてお前は半分人間だろ。あんな連中のために使うとは、その腕惜しいとは思わないか。残念、お前ほど愛に一途じゃないんでね。カカおっと、多勢に無勢ってところだな。また会おうぜ上田京。待て、深追いはするな。ところでどうしてここへ？ギュンター様に船着き場までは離れて護衛するようにと。ギュンターめ、でも助かったレオユ。いえ、それとギュンターにこのことは言わないでおいてくれ。しかし、あまり心配させたくないのだ。かしこまりました。ユーリー、そのまま甲板まで運んでもらってください。コッヒー、このまま船まで運んでくれるかい？ありがとうコッヒー。陛下、大丈夫でしたか？コンラート、この船では俺は越後のちりめん問屋のドラ息子三右衛門って設定だろ。そうでした、陛下。じゃなくて坊ちゃん。話合わせてくれないと変装した意味ねえじゃん。なるべく目立たないようにお供はコンラート一人にして髪も染めてカラコンも入れたんだから。こっちの世界では黒目黒髪は魔族の証ですからね。これから人間の国に入るんですから。陛下じゃなくて坊ちゃん。坊ちゃん坊ちゃんでしたか。ごきげんよう。坊ちゃんが魔族であり魔王であることは隠し通さなければいけませんから。ってわけで俺が一等船室の金持ちのボンボンで、俺がお供の格さんというわけですね。印籠はないけどな。遅いぞお前たち。ギュンター、まだ王都に戻ってなかったのか？グエンダル、それどころではないのです。あ？ボルグラムが陛下の後を追ったらしいのです。なんだと？姿が見えないと思ったら。まあボルフラムだって自分の身くらいは守るだろう。アステマトイになるとも思えんが。アステマトイにならないですって。あのわがままプーが。わがままプーとはボルフラムのことか？そうです。わがままプー。実は私もそう思っていた。珍しく意見が一致しましたね。はあ。あたい。はあ。あいと。
なんでお前がここにいるんだ。なんでとはなんだ。婚約者なんだから一緒にいて当然だろ。道理で城を出るとき姿が見えないと思った。荷物が重いと思ったら密航してきたのか。それはわがまま。いや、それはグエンダラー姉が留守番しろとうるさいから。だってお前船に弱いだろう。こんな緊張で。ほら見ろ。船酔い？無理して船に乗り込むから。大丈夫か？ここは新婚さん向けの船室のようなんですが、坊ちゃんたちはまだ婚前さんと信じていいんですよね。過ちの犯し方がわかんねえよ。気持ち悪い。ちょっと待ってろ。今消火にお外のも持ってきてやるから。だから来るなと言ったのに。うるさい。どうしたの？あんな弱った顔されちゃ説教する気も失せますよ。まあそう言うなよお兄ちゃん。おやこれはついてきなさい。おはようございます。神へ。主人はまだカバルケード流の挨拶に慣れていなくて。アクシデントじゃなくて挨拶だったのか。どうです、ご一緒に朝食など。頼む、こんなと。ご覧の通り大変内気な主でして。それは残念。婚約者が密航の危険を冒してまで追いかけてきたと聞いて、どんなに情熱的な美女部かと噂しておりましたが、まさかこんなに可愛らしいお方とは。ボルフラム、俺たちとんでもないことになってるぞ。ご挨拶が遅れました。私はミッシナイのヒスクライフ、そしてこれは娘のベアトリスです。主人は越後のちりめん問屋の三右衛門、私はお供の格之進と申します。越後とは越中の東にあたります。飛騨の北です。とにかく遠くからおいでのようだ。ではやはりバンダービーヤの火祭りよ。そんなことも満足にできねえのか。すいませんでした。下がって。もう二度と。坊ちゃんいけません。でも騒ぎが大きくなる。でも相手は子供なのに。許してください。わかりました。下がっていて。クソがこの船で朝っぱらから子供を殴るのか。なんだと。耳障りだ。主人が気分を害している。こいつは筆頭選出のお客さん。いや、こいつがとんでもない間違い。もういい。消えろ。こりゃとも。おい大丈夫か。おい。正義感や良心が痛みますか。けどこれであの船員は金で動く男だと分かった。おまけに子供を殴る最低野郎ですね。なんか反省した。どうして。俺どうして魔王なんかにってずっと思ってたわけ。運が悪い、俺って不幸だって。だけど間違ってた。世の中にはさ、俺なんかよりももっとこう不幸なものが存在すると。だってあの子日本だったらせいぜい小1か中1くらいだぜ。それが労働強制されて挙句殴られてさ。だとしても彼が不幸だと決めつけるのはちょっと一方的でしょう。そうかな。それよりも気がかりなのはヒスクライフです。あのピッカリ君。ミッシナイはヒルドヤードの北の外れですが、彼の挨拶はカバルケードの上流階級のものだった。カバルケードってこっそり新魔国との戦闘準備始めてる国じゃんかよ。しかもかなりの剣の使い手だ。指に剣だこが。気づかなかった。
ディナーの後は清掃で社交パーティーって豪華客船の旅超めんどくせえ。坊ちゃんたちは特別室のお客様だから。いやだからってさ、欠席すると変な噂が立ちかねない。どうか我慢して。だってなんかコンタクトの調子も悪いし。こすっちゃダメだユーリ。ほら見せて。瞳からずれてますね。痛い？ちょっとだけ。もう一回入れ直しましょう。いや待って、大丈夫、俺を信じて。待って、この後怖い。優しくしますから。入った。お前らいい加減にしろー。なんだよボルフラム。黙れ。婚約者の僕が弱ってる隙に浮気は許さん。はあ、またお前はよく。待て、待て、痛い。本が痛い、本は痛いって、痛いってもう痛いって言ってんだろ。それにそのギュンターが持たせてくれた本だし。ギュンターですか？なんか旅の必需品だって。でも俺魔族の文字読めなくて。じゃあ僕が読んでやる。春から始める夢日記。本日初めて陛下にお会いした。陛下は私の乏しい想像力で思い描いていたよりも数倍も数十倍も素晴らしいお方だ。黄金色の麦の穂を背にして馬から降り立たれたユーリ様は、白く優雅な指先で漆黒の髪をさらりと払い、こそめそうな輝く瞳で私に向かっておっしゃった。充実されたもギュッとよ。私が戻ってこれたのはお前のおかげだ。なんだその日記。ギュンターの日記ですね。事実と激しく異なるんですけど。陛下、ラブラブ日記でしたね。やめてくれよ。ユンタ、こんなところで何をしている。執務はどうした。邪魔しないでください。今占っているのです。占い？無駄な。危険を察知して陛下のお役に立つために、煮えたぎった油の中に子猫を落とし、これで陛下の。あれ？やめろ貴様、これは虐待だぞ。そら怖がってめいめい泣いてるではないか。もう大丈夫でちゅよ。こんなひどいことはさせませんからね。グエ、あなた。ユンタ、私の目が黒いうちは二度と子猫の虐待は許さん。思わずミュウミュウ、気づけばミャンミャン、このしなやかな体、このまん丸い背中、猫たんふさふさ毛並み、猫たんこのつぶらな瞳、猫たん遊び疲れるとおとなしくなる、猫たん言いたいことが顔に書いてある、そんな猫たんを虐待するなんてこの私が許さない。子猫虐待禁止令、子猫虐待禁止令、なでればゴロゴロ育てばめいめい、このプニプニの肉球、このザラザラのベロ、猫たん気ままな性格、
猫たん尖った爪、猫たん白十爪研ぐカーテン破る、猫たんつまみ食いする物壊しまくる、そんな猫たんを虐待するなんてこの私が許さない。子猫虐待禁止令、子猫虐待禁止令、子猫は絶対虐待させない。パーティー会場が6メーカーみたいなのは想像ついてたんだけど、そういうマナーなのかな。食べた骨付き肉の骨は床に捨てるってとしか考えられませんね。にしてもやっぱりこういう場所落ち着かないよ。それは困った。これから踊らないといけないのに。俺が大丈夫ですよ。大丈夫なわけないだろ。女の子とダンスなんて小学校の運動会止まりで。ちなみに小学校ではどんなステップを？オクラホマミキサーと秩父温度。じゃあまず俺で練習しときますか。やだ男と組むのは。大丈夫、テニスのダブルスみたいなもんです。でも俺女の子役やるのは絶対嫌だ。いいですよ、俺がそっちをやりましょう。さあいつもと逆だからこっちから俺の腰に手を回してこうかな。どうです？ダンスのパートって男女の問題ってより身長重視なんだな。相手がグエンダルじゃなくてよかったでしょ。あれ？おや、チークタイムのようですね。大丈夫。こうやって揺れてりゃなんとかなります。揺れてりゃねえ？私と踊ってくださらない？ちょっとうわー、素晴らしい上腕二頭筋ですね。ありがとう。ねえ、私とせっかくですけど。ちょっと待った私が先に目をつけていたのよ。お待ちなさい。最初に目があったのは私よ。ダメじゃ。わらわの運命の人なのじゃ。なんですってモテない歴イコール年齢の俺が今なぜか大人気に。いやー、さすが三つ右衛門坊ちゃん。絶対面白がってるでしょ。主人がモテモテなのは見てて楽しいもんです。もう決めかねておられるようですね。ああ、ぴっかりくん。ぴっかりじゃなくてヒスクライブさん。お困りならこんな案はいかがですかな。ベアトリスと踊ってやってはもらえませぬか。娘さんと？情熱的な婚約者と燃えるような恋をしているあなたにぜひ最初の相手をお願いしたいのです。娘にもそういう人生を送らせてやりたいのでね。いや、なんかいろいろ誤解が。一曲踊っていただけませんかとか、お嬢さんお手をどうぞとかダンディに誘うんですよ。分かったよ。お嬢さん、お手を拝借。ロリコンなの？違う。こっちよ。ちょっとほら見て私のダンス、いつの日か王女様になることを夢見て素敵に踊るの。素敵さ
見とれてしまうあの頃のお母様に負けないくらいときめいてしまう争い事があっても悲しいことがあっても音楽に身を任せ忘れられるの踊り明かそう地球儀の上手に手を取って今夜のパートナーはあなたしかいない踊り明かそう地球儀の上目と目合わせて未来のパートナーはあなたかもしれない髪を染めてるの？どうして分かったの？似合わないから。君のお父さんってどんな人？恋のためなら何もかも捨てられる人。そりゃあかっこいいな。あなたもちょっとかっこいいわよ。俺が？うわちょっと踊り明かそう地球儀の上手に手を取って今夜のパートナーはあなたしかいない踊り明かそう地球儀の上目と目合わせて未来のパートナーはあなたかもしれないあったー。素晴らしかったよベアトリスさすが私のお姫様だ王女様みたいだった？もちろんお前とお母様は私の誇りだお父様大好きベアトリスこっちが恥ずかしいな。やべ、コンタクト外れ。どうしたの？いや、なんでもない。黒目バレるコンタクトやカクさんや。カクさん。ああいうのがタイプか。邪魔しちゃ悪いよな。やっべえ。早く部屋に戻ってコンタクト直さないと。うわいて。すいませんお客様、どこかお怪我を。俺は今生まれて初めてコンタクトを落とした。床照らしてくれ。あ、はい。やっべえ。あれ君さっきのどうしたのこんなところで。仕事で見回りに。見習いさんも大変だね。昼間もあんなに乱暴されてたし。あれは仕方ないんです。俺が頭悪くて仕事を覚えられなかったから。仕方ない。あんなに殴られて。見習いの頃はみんなそうですから。みんな？俺なんか最初の航海からこんなすごい船に乗れて幸せです。幸せなの？ええ。いつかこんな船を動かすのが夢なんです。そっか。ごめんな。どうしたんです？いや、なんか。あ！お客さん胸元になんか光ってますけど。え？あったー。よかったですね。うん。では、見習いくん。リンクです。では、リンクくん。見回りご苦労。
またな。踊ったのか？え？ダンスを踊ったのか？いや、なんでそんなトゲトゲしい。ダンスを踊ったのかと聞いてんだ、この尻軽！尻軽？ああ、フットワークが軽いってこと？裏切り者って意味だ。はあ？いいか？確かにお前は外見だけは上等だ。目をつける輩も多いだろう。だからといってすぐ誘いに乗るんじゃない。ちょっと待って、ちょっとそれは僕に対する裏切り行為だ。ちょっと待てって。いくら可愛いからと言って定説もなしでは貴族の伴侶として認められないぞ。待って、可愛いのはお前だろ。で可愛いのは僕か。そもそも定説ってのさ、お前。え、何？もしかして氷山に激突？いや、この船の航路は暖流だ。氷山はないぞ。そんなの分かんねえじゃん。逃げないと。早く。ユリ！コンラッド。よかった、無事で。今んとこ無事だけど、でもこの船氷山に。沈没はしません。だがそれ以上にまずいことになった。どういうこと？ボルフラム、剣はあるか？ああ。よし。二人ともここに隠れて。いいから。おい！何すんだよ。この船は海賊の襲撃を受けています。海賊だと？もうかなりの数が突入してきてる。だったらコンラッドも隠れないと。何言ってるんですか。こういう時のために俺がいるんだ。でもデッキで食い止めます。いいですか。決して短気を起こさないように。あなたに万一のことがあればギュンターも国民も泣きますからね。あんたは俺？泣いてくれるんだろ。その時は違う場所で再会してるよ。僕も戦う。ダメだ。僕の腕を信じてないのか？信じてるさ。だから陛下を。よし、弟さんのことは俺に任せろ。頼もしいね、ユーリ。俺が戻れなくても許してくれ。大丈夫か？当たり前だろ。そうか。ごめん。気にするな。万一見つかったとしてもむやみに抵抗はするな。そうすれば命までは取られない。お前は見た目がいいからな。お前こそすぐに手出すなよ。俺より数段可愛いんだから。いや、僕は魔族の武人として戦わずして生き延びることはできない。そんなバカなこと言ってる。誰もいねえのか。逃げやがったな。いいか、絶対落とすなよ。振りじゃないから落とすなよ。おい、なんだって。おい、この中に誰かいるぞ。動物の声ってかでごまかせないから。そうだな、ネグロシノマヤキシなんかどうだ。ああ、ネグロシノマヤキシ。なんだそれー。なんだ？バカなのか。にゃー。ゾボサゴリ竜だ。やばい、さあ子供でも人置く。応援を呼べ。可愛い猫ちゃんを。バカ者。猫はめいめいだろうが。それはヤギでしょうが。何を言っている。ヤギはつくつく帽子つくつく帽子だろうが。また出たい文化のギャップ。わからないんだ。そんなに。おい、表出ろ。はい。
占いのために赤唐辛子を大量に油で熱するやつがあるか。おかげで城中が臭いどころか目も開けられん。だってあなた小動物はダメだって。ギュンター、占いはもうやめるんだ。なぜですか。陛下のご無事を祈る気持ちがあなたにはないというのですか。そうは言っていない。何事もなく戻るようにとは思っている。国外で死なれると面倒だからな。よくもそんな恐ろしいことを口にできますね。鬼、悪魔、この冷血か。そう言われても。それともまさか陛下への身の程をわきまえぬよこしまな感情を押し隠すためにわざと無関心を装っているのでは。身の程をわきまえないのは貴様だろう。悔しい。やはりそうだったんですね。うすうす感づいてはいたんです。陛下はあのようにご聡明でお美しくて、ちょっと気が小さくてでもちょっと気が強くて。いかすか。おい待てよな。待てよな。考えてみればそうでした。あなたたち3兄弟の過去の恋愛遍歴を紐解いていけば、いつも気の強い相手ばかりと。紐解くな。ボルフラムのみならず、もしあなたまで。とてつもなく不愉快な誤解だ。もう誰も彼もが皆陛下にメロメロで骨抜きなんでしょう。誰か手を貸せ。フォン・クレスト卿が乱心したぞ。ギュンター。どうでもいいんだけどさ、なぜ海賊がセーラー服？お気の毒になお客さん。聞けばお二人さん新婚ちゅうことじゃが。新婚なら同じ場所に変われるとええの。新婚なのか。知らないよそんなこと。おいじゃあ高く売れそうな女子供からもらっていこうか。待てよ、それって人身売買かよ。じゃあまずはふざけんな。は？あんたら海賊に人身売買する権利なんてない。おい連れてけ。こいつは金になるぞ。片目だけじゃが黒に近い。だから話を。ゆい下がれ。これとゆり行け。しっかり手を掴んで。もういいの。何がいいんだよ。海賊に捕まって誰かに売られてお父様やお母様に会えなくなるぐらいなら海に落ちた方がいいわ。そんなこと言っちゃダメだ。
これから素敵な男性と踊り、恋をして、幸せをつかむはずの女の子が、そんなこと言っちゃダメだ。そんなこと言わせちゃダメだ。ジュリア。響！バカな！ここは海だぞ！コナト、ユリで分かってる。でも俺たちにはもうどうすることもできない。力を持たぬ船に限って襲い、壊し奪うの悪行三昧。正々堂々勝負もせず、卑怯な手段で押し込めては、か弱き者まで刃で脅し、己の所有と言い立てる。盗っ人だけだけしいとはこのことである。海に生きる誇りをなくした愚か者どもだ。命を奪うことは本意ではないが、やむを得ぬ。お主らを切る。僕もあれをやられた。決命状だ。厳しかったな。だがあの時とは状況が違う。ここは人間の領域だ。魔王に従う要素がどれだけあるのか。セーバル。これはパーティー会場にあった食べかすの骨。こいつ化け物だ。化け物だと世の顔を見忘れたか。おい、船だ。シマロンの巡視船だ。お前の行いを食い、極刑をもって償う覚悟をいたす。追って沙汰を申し渡す。ジュリア。おい、話が違うぞ。よかった。大丈夫ですか、ユーリ。目が覚めたようだな。うなされていたぞ。俺が？僕がだ。お前が？まさか俺また何かやっちゃったのか？覚えてないのか、あれを。覚えてない方が幸せっていうの？また何かやっちゃったのか俺？幸せ者が。っていうかここどこ？てかなんで鉄格子？俺あなた俺どうなって？ベアトリスだよ。どうなったの？ベアトリスは元気だし、ヒスクライフと一緒です。よかったあなたは彼女を助けた後に、この世のものとは思えない恐ろしい術で海賊どもを懲らしめました。結果としてああいうことになったのは、料理に使っていた食肉用の動物が新魔国から輸出した餌を食べていたからではないかと。どういうこと？で、陛下のおかげでほとんど鎮圧されたところにシマロンの巡視船が駆けつけ、海賊を全員拘束しました。あなたはそのまま寝込んでしまって、もうすぐ2日が経とうとしているところです。2日？俺2日も寝込んでたの？コンタクトは外してから眠った方がいいですね。っていうかなんで俺たち閉じ込められてんの？バレたからですよ、魔族だと。シマロン領は俺たち魔族にとって旅を楽しめる地域じゃないんです。そんな助けてあげたのに。ごめん、俺余計なことを。ユーリが謝ることはない。愚かなのは人間どもだ。そっか、コンランとは半分人間の血が流れてるんだ。こんな話はもうやめよう。でもどうしてこんなことになったのかより、この先どうするかの方が重要だよな。チャラーン、お待たせ。豪華夕飯よん。お目覚めのようですな。
大事に至らず何よりです。陛下、これは他の客と同じ献立ですが、お口に合いますか？なんで陛下だなんてまだそこまでバレてねえっていいね。なぜに？聞いてた通りだ。須田と相当可愛いね。おい、陛下に失礼だろ。だね。でもここ国内じゃないし、それに陛下、俺のこと忘れてて釣れないんだもん。忘れてて？ミス上腕二頭筋？ごめんてー。いやでもなんで男性に？俺はもともと男。女装は仕事上の都合ってね。仕事上？でもコンラートにナンパされて。俺が隊長になんだって？そりゃガキの頃から仲はいいですけど。また兄弟とか？違いますよ。幼馴染です。片親が人間で子供の頃同じ場所で育ったんです。体も同じで生死を共にした仲です。彼の名前はグリエヨザック。よろしく。非常時の護衛としてシルドクラウドからずっとついていたんですよ。ほんと言うと陛下とは国内で裸の付き合いしてたんだけどね。グエンの城のニューハーフ風呂？息子さんもちゃんと拝ませていただきましたよ。え？僕に内緒で子供を。ブカブカー！じゃあ飯食って準備できたらこの船から脱出していきましょうぜ。バンダービアー島に。陛下のことで少々取り乱しすぎて、グエンダルにはご迷惑をおかけしました。お詫びの品を喜んでくれるといいのですが。しかしグエンダルの部屋を訪ねるのは初めてですね。もしや何人もの美女をはべらかしていたらどうしましょう。まあグエンダルに限ってそのようなことは。グエンダル、一言お詫びを知り。編みぐるみ入っていいと言ったか？申し訳ありません。グエンダル、編み物が趣味だったんですか？趣味ではない。精神統一だ。糸端の出し方から教えましょう。まず糸は内側から引き出します。糸玉の中心に指を入れ、糸端を探して引き出します。これで糸が糸端から取り出せました。糸のかけ方は中指、薬指の内側を通し、糸端を手前に、親指、中指で糸端つまみ、人差し指を立ててピンと張ります。これで糸を指にかけることができました。かぎ針の持ち方、親指と人差し指で軽く持ち、親指と人差し指で軽く持ったら中指を添えます。編みぐるみなんて奥深い、一本の糸から生まれる尊い命の数々。編みぐるみなんて愛しい、かぎ針から紡ぎ出される小さな命の賛歌。
クマちゃん編むときはプチマルシェ中1玉、2つ穴ボタン10ミリ4つと刺繍糸はお口の刺繍用で必要でしょう。お目目ボタン8ミリ2つと4ミリ1つ、ボタン付け糸少々もお忘れなく、体に詰める綿もね。編みぐるみなんて罪深い、出会ったら離れられないワンちゃんやハチちゃんたち。編みぐるみなんて素晴らしい、なんと言われようと私を止めることなどできない。こうして毛糸を編んでいると邪念を払って無心になれる。そうですか。だがここのところ不愉快な出来事が多くてな、作品が次々と完成してしまう。部下や使用人たちにも持たせたが、正直里親が不足気味だ。持っていくか？かわいい黒豚ちゃんですね。それはクマちゃんだ。この船はどうしたんだ？救命艇は海賊どもに壊されていただろう。直させておいた。そいつが見張りもごまかしてくれるさ。まだ仲間がいるの？仲間っていうか、金で釣った仲間ってとこかな。いってらっしゃい。あいつリックのこと殴ってたやつじゃん。大丈夫かな。どうしたボルフ？気持ち悪い。船酔いです。そっとしといてやりましょう。また？見えてきたぞ。あれがバンダービーヤ島か。到着して少し休んだら山頂目指していきましょう。山頂？ってことは山登り？大丈夫ですよ。道は舗装されていますから、子供でも楽に登れますよ。道は舗装されていますから、子供でも楽に登れますよ。子供でも楽に登れますよ。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 なんて言葉に騙されたー。いやおーい。何何言ってるんですか、こんな坂道。軍の登山訓練にもなりゃしない。そういうのにないの？なんでそれ。こんなの箱根の旧街道以来だよ。いやおーい、休憩所があるよ。茶店？なんだか時代劇気分だな。よし。おかみ、団子とお茶を。どんぞでも出てくるのは紅茶とクッキーだったりする。こんなはずじゃなかったんだけどな。お客さん、ご存知だと思うんだけどもね、祭りのみこしが出んのはお隣の山だよ。こっちの山はうちの宿屋でおしまいだけども。ちょっと俺たち間違えちゃったらしいよ。
下山してもう一回なんて、俺はまだしも船酔いと登山疲れのボルフが。気持ち悪い。間違えてませんよ。俺たちが用があるのはこの山の頂上。お客さん、この山の上に行ってもどうしようもないよ。頂の泉はあれ以来閉鎖されて。あれ以来って15、6年前の夏の夜に天から赤い光が降ってきたんだけども、そいつが頂の泉に落っこって泉は3日3晩煮えたったんす。隕石だったんだ。いいえ、魔物だったんす。魔物？それから泉には誰も入れなくなって、入るとビビビッと痺れちゃうんだけども、ひどい人は心臓が止まったり大やけどしたりで大変なんす。湯に触らず奥まで行って魔物を見た人が一人だけいるんだけども、なんか銀色でピカピカしてって、掴もうとしたら気失って、怖っ。半死半生で発見されて、今でも顔がってわめくんです。でもそれって魔剣のことなんじゃないかな。お茶もう一杯くれるかな。はい。魔剣だよね。だとしたらその魔剣をゲットして神魔国に持ち帰れば、呪いの泉も元通りになるし、神魔国の強さもアップして他国に侵攻される心配もなくなる。おまけに俺の王様としての権威も増すってわけだ。安心しろ神、バンバンザイだ。我々はその魔物を退治するために参ったのである。銀のピカピカをつかめるやな。ヨザだってそうだろ、何十人もが被害に遭ってるんだぜ。もしそうなっても俺たちが縄で釣ってまたお船で連れて帰ってあげっけど。ヨザ無礼が過ぎる。どうしました？船だよ、船。なるほどね。泉のところまで船で行くわけだ。見て、壁になんか落書きがある。俺たちはここに来たぜ。へいへいへい。命知らずだぜ、イエーイ。だとよ、東京試しの記念落書きかよ。どこの世界も変わらないな。しかしここは俗に言う洞窟風呂の大規模なやつだな。どうしたの？湯が跳ねて。そんなに熱いの？まさか熱湯？危ない。ほどほどじゃん。平気なんですか？いや、平気も何も。ズボンで拭いたところなんかビリビリする。なんですって？素手では平気だったのに。なんで？俺は手もしびれました。これは泉質が酸性ってこと。どういうこと？陛下、俺に考えがあります。本当だ。こうすれば大丈夫だ。これはおそらくモルギフの仕業でしょう。そんなことできんのか。安心している場合じゃないですよ。モルギフを持てるのは魔王陛下だけです。だから服は陛下じゃないから攻撃を受ける。なんか嫌な予感してきたんですけど。おい、見てみろよ。あれが銀のピカピカじゃねえか？あれが？陛下、申し訳ないのですが、服を脱いでください。お湯に入ってもらわないと。マジで？ボートではこれ以上進めないし、服を着ているとさっきのような被害が。もう分かったよ。よいしょ。あんま見んなよお前は。あそこまで行ってメルギブ取ってくればいいんだろ。よろしくお願いします。
大丈夫ですか？しびれたりとかは。ちょい厚めでいい感じ。しばらく温まっていきますか？仕事しちゃってからにしよう。奥は結構深いな。あと少し。どうしました？噛んだなんか魚みたいな口が。顔がやばいよこれ。こんなん全然聞いてねえからな。触ったら絶対呪われる。陛下、落ち着いて。やだよこんなスクリームの悪役みたいなやつ。だって噛んだんだぜ。俺絶対呪われるよ。分かったユーリ、無理ならいいんだ。他の手を考えよう。落ち着いて、ゆっくり歩いて戻ってくるんだ。戻っておいで陛下。危険なことはしなくていい。戻っておいで早く。危ない橋は兵隊が渡るから。無責任だって言いたいのか？俺が無責任だって言いたいのか？ユーリいいから。俺はそんなこと言ってやしませんよ。陛下早く戻ってきてくださいよ。こんなとこさっさとおさらばしましょうよ。あんたに何が分かるってんだよ。俺はごく普通の高校生で当たり前の15年しか送ってきてないんだ。それが夢みたいな世界に呼び寄せていきなり魔王になれなんて押し付けたんじゃないか。なのにおじけづいたからって責められんのかよ。誰だってあんなの見たらビビるだろうが。あんなに気持ち悪くできてんだぜ。刀なんか博物館でしか見たこともないこの俺に持てって。俺がどんな気持ちかなんてあんたに分かるはずないだろ。わかりませんね。え？俺には陛下がどんな幼年時代を過ごされたのか、どんなお人柄なのか全然わからない。陛下がどんなお気持ちなのかも皆目わからねえ。たとえどんなお方が魔王になられても、俺たちは黙って従うだけだ。兵士も民も子供もみんな、王を信じて従うだけなんですよ。柔らかな木漏れ日が君の微笑みのようだった。いつか見たあの空を君と共に眺めたい。こんな風誰かのことで胸を焦がすなんて飛び交う数えきれない愛。みんなどこかへ帰ってゆくんだね。人は皆探してる。それはとても暖かい場所なんだね。おかえりおかえり、ここは君の帰る場所。両手広げて待っている。飛び込んでくれたなら優しく包み込んであげる。おかえりおかえり、ここは魂の帰る場所。怖がらないでいいんだよ。君が笑ってくれたなら僕の心は癒される。
なんだ、取ってこなかったのか。今日はここに宿取ったからな。とてもじゃねえけど、俺の手には負えねえや。俺だってさ、仮にも王様の剣なんだから、キンキラゴールドとか職人泣かせの細工とか典型的な王様の刀を想像してたわけよ。それが実際は思い出すのも恐ろしい顔があって、しかも持ち主になろうっていう俺の指噛んで。妙だな。え？魔剣モルギフは魔王に絶対服従だとギュンターの日記にも書いてあるのに。はあ？でも俺の指噛んだんだぞ。ひょっとして腹でも減っていたんじゃないか？腹が？金属なのに？モルギフは人間の命を吸収して力とするので、発動するには勢力補給の必要がある。公式な資料とは言い難いが、若い女性を好むという師匠もある。ギュンターよく調べてるな。それって人間を殺せっていうこと？いや、必ずしも殺せということはないだろうが。でも何をうろたえてるんだユーリ。人間ごときに情けをかけようってんじゃなかろうな。あいつらは命を救ってやった僕らを監禁したんだぞ。思い出すだけで腹が立つ。返す言葉もございませんです。何にせよ、明日は僕が一緒に行ってやる。何しろユーリはヘナチョコだからな。ヘナチョコ言うな。何をにやけている。なんか久しぶりだなって思ってさ、お前にヘナチョコって言われんの。それはお前が国を開けるからだろ。全く王としての自覚に欠けている。ヘナチョコにヘナチョコと言って何が悪い。悪くないさ。そっか、そうだよな。俺みたいな成り立つ新米陛下が最初から完璧なわけないよな。癖もタイプもわからない初対戦のバッターにどう攻めるか迷って内野安打打たれたようなもんだ。ボルフ、ありがとな。何が？理由はわからないけど一緒についてきてくれて。理由はわからないけど？あ、理由はわからないけど？なんだその誠意のなさそうな物言いは。そもそもお前が僕に求婚なんかしたから僕は旅先でも目を光らせてなくてはならないんだぞ。ユーリが旅先でよからぬよからに夫婦そうな感情を持たれるように。そうだ、それ忘れてた。忘れてたらと？それ解決してなかったんだっけ？じゃあそれを求婚を取り下げて。やめろ。そんなことしたら僕の自尊心が。じゃあそっちから取り下げればいいじゃん。この際俺のプライドはどうだっていいから。そんなことはできない。なんで？うるさい。は？おいちょっとおっともう、おいボルなあ、ごめんって謝るからさ、クローゼットに閉じこもるのやめてくれって。黙れ尻軽。こうなったらしばらく出てこないもんな。いいか、もしお前が心を入れ替えてだな、そのなんだ、お前が僕に思いをだな。あれれ聞いてんのかなユリー。試してるわけじゃねえって。結局俺はお国に忠実。どんな理不尽なものだって陛下の命令に従うさ。そんなのはお前が一番知ってるだろう。ただ新しい陛下はどんなお人かなーって、そこんとこちょっと知りたくなっただけだよ。それを試すと言うんだ。そんな大げさなことじゃねえよ。ちょっと準備がしたかっただけさ。もしあの坊やが前王と同じなら、俺たち兵隊は黙って死にゆく覚悟をしなきゃならん。あった、誤解すんなよ。
俺はツェル様をこれっぽっちも恨んだことはないぜ。分かってる。けどあの方は間違えた。ご自分の目で全てを見ようとしなかったんだ。お前だってそうだろ。何人の部下、何人の友を奪われた。ツェル様がシュトッフェルなんかに任せなかったら、ジュリアだって今頃は。ヨザック！今後陛下を惑わすような言動があれば、お前をこの任から外すことになる。悪いけど上田明夫、閣下にその権限はないぜ。命令したいなら早く復帰しろ。まさか神陽陛下のお守りして一生過ごすわけじゃねえだろ。陛下のお許しがいただければそうするつもりだよ。嘘だろ。どうしたらそこまで入れ込めるんだ。可愛さだけに騙されてねえか。そうじゃない。ルッテンベルクの獅子とも呼ばれた男がどこで牙抜かれたんだ。ずいぶん昔の話を持ち出してきたな。またまたご謙遜を。そういやあの青い魔石坊ちゃんにあげちまったんだな。グランツの若大将に知れたら脳みそ沸騰させんぞ。俺はボルフの言う通りヘナチョコだけど、少しでもふさわしい男になるように進化するヘナチョコでありたい。だったら行くしかないよな。だってよ、ルッテンベルクの死が俺を信じてくれてるんだから。おいユリ、お前は僕を置いて一体どこへ行くつもりだ。おいユーリ、僕の話を聞いてんのか。なあボルフ、なんだよ。ルッテンベルクの獅子って何？どうしたんだよ急に。ちょっと気になっちゃって。そんなこと聞いてどうする。知ってたら教えてくれないか。昔コンラートがそう呼ばれていた。もう少し髪が長かったからな。ルッテンベルクはあいつの生まれた土地の名前だ。そっか。じゃあジュリアって誰？神魔国には3人の桁外れの魔力を持った女性がいたんだ。1人は金のツェリ、つまり僕の母上だ。もう1人は赤のアニシナ。彼女はグエンダーラ・ニュエと事情のある燃えるような赤毛のご婦人だ。そして最後が白のジュリア。ジュリアは亡くなった。20年近く前に。彼女は生まれつき目が見えなくて。そっか。この石の持ち主がきっとそうなんだな。え？いや、なんでもない。コンラッドも気の毒だったな。恋人を亡くしてしまって。ジュリアがコンラートの恋人だって？違うのか？そんな話聞いたこともない。じゃあグランツの若大将ってのは？グランツは神魔国の北の端、アーダルベルトの生まれ故郷だ。アーダルベルト。あいつは婚約者が死んですぐに国を捨てた。魔族に復讐するために。そしてアーダルベルトと婚約していたのが白のジュリア。フォンウィンコット卿、スザラ・ジュリアだ。軽はずみな気持ちで触らないでくれ。やけどするのはお前じゃない。涙とめどなく溢れているのは自分を慰めているだけさ。儚い夢の結末は予期せぬ定めをたどってる。正義なんだと人は歌う。だけど人の涙は乾かない。もうこれ以上辛い
ち打ちはやめてくれ。もうこれ以上俺に剣を握らせないでくれ。知ってるかお前の定め。知ってるか俺の宿命。月が泣き星が泣き人が泣いて夜が泣く。みんなが泣いているのに気づかずに一人微笑むのはお前だけ。風が吹き空が晴れ人が見上げて思い出す。忘れられない傷を作ったのは他でもないお前なんじゃないのか。俺一人きりで来たぜ。なあメルギブじゃなくてモルギブ、昼もあったよな。覚えてくれた？俺ユーリ、お前を、いえあなたを誘いに来たわけよ。もう温泉はいいだろ。上がるの手伝うからさ、もう噛まないって約束して。噛むなっての。くっそー、いい加減にしやがれ。だから噛むなって言ってんだろうが。ユーリ待ってろボルフラム、この後今からメルギブ引っこ抜くからな。無理はしないでください。でもここで無理しなくっちゃ。ここでメルギブ手に入れないと戦争は止まらないんだろ。俺たちも戦争しなくちゃいけないんだろ。何度も言ってるけど、日本で生まれた俺は戦争反対大反対だ。こっちには魔族のやり方があるみたいだけど、そんなの俺が変えてやる。その魔族のやり方ってやつを、いくら向こうが仕掛けてきたからってこっちまでそれに乗っちゃダメだろ。自分たちだけでも正しいことをしようよ。戦争するのは間違ってる。監督さんを殴ったことはお詫びします。それで監督さんは何をやっちゃったんですか？
この子を怒らせるようなちょっとまずい出来事あったんでしょ。ゆうちゃんたら昔からそうなんですけど、子供のくせにポリシーみたいなものがあって、それに反することに出くわすと頭に血が上っちゃうみたいなんですよ。まあ我を忘れた状態になっても正義の2文字だけは守るんですけど。ヨザック、王様が戦争なんかダメって言えば国民はそれに従うんだろなあ。お前も。陛下。だったら俺が魔王になってやる。俺が新魔国国王になってこの世界の戦争を全てなくしてやらあ。私が求める平和とは一体何かと考える。あの日に戻ってくれるならとなめられても取れたはず。泣き叫んでも
負けん。ゲットしたぜ。泣いた。陛下。コンラッド、笑っているだろ。どうしてわかるんです？俺はあんたがどんな顔してるか見なくてもちゃんとわかんの。素晴らしいです。素晴らしいか？見てみろよ、この不気味な顔。しかも泣くんだぜこいつ。モルギフじゃなくてあなたがです。俺？そう、ユーリが。これで少しは支持率上がるかな。支持率？そう、王様支持率。国民の皆さんどころか元王子とかお庭番にまで嫌われてるから俺。ヨザックは任務に忠実なだけで陛下を評価するような感情は持ちません。それにグエンのことだったら心配いりません。彼がユーリを嫌うはずがない。なんで？彼は小さくて可愛らしいものを愛しているから。子猫とかリスとか地球でよく見たハムスターとかね。じゃない。いつまで真っ裸でいるつもりだ。早く服を着ろ。服を。うわっ、なんかに足掴まれた。掴まれた？ユーリ？またこのパターンですか？あ、ちょっと待ってよー。あれ？ここって。のぼせる。急がないと野球の試合観戦間に合わないよ。時間が戻ってる。渋谷？急げよな。ああ。戻ってるってことは。そっか。そうなんだよな。俺にはまだやらなくちゃいけないことがあるんだよな。まだまだゲームセットじゃないらしい。終わりなんかじゃない。僕らのストーリーは始まってる。空高く舞い上がった水のその先に僕らは幻なんかじゃない。抱きしめていいんだよ。心震えた感覚を。濡れた髪かき上げた。君よあるがまま。いくつもの夜を過ごし、少し大人になったんだね。
と